エグエンのエグは、エグイのエグ。Hello everyone, I'm Eguen, the homeless idol. ホームレスアイドルエグエンです。ちょっと今回ね、日本でね、話題のパンを買ってきたんですよ。これがね、差別的だって言って話題になったんですよ。片親パンって言うんですけどね。片親パンっていうスラングです。あくまで。片親家庭の人がよく食べるパン、大袋に入っていていっぱい入ってるみたいな、そういうのを指すらしいんですけど、でも私は差別的っていうよりは、片親家庭の応援するパンみたいな、ポジティブなイメージで試食していきたいと思います。こんな感じでね、いっぱい買ってきました。いろんな味があって、すごく美味しそうだなって思います。ちなみに、私が15歳の時は、両親いましたけれども、パンの耳を、生の人参と一緒に、河原で食べて、河川敷でそのまま寝てましたけど、文句あるやついる？まずはこちらのチョコチップスティックパン。見た目からはすごい甘そうだなーって思ったんですけど、意外と甘くないです。食べやすい。6本入って128円。お得だね。どうしてもホームレスじゃないのに、ホームレスアイドルって名乗ってるのって、もう定期的にね、ツッコミが来るんですけれども、ホームレスアイドルやめませんから。いや、だって、もう一回ホームレスにならないとも限らないし、まあ何より、住むところが見つかったら、それですっきり解決おめでとうっていうのが気に食わないんですよね。っていうかさ、概要欄、読んでない人多いよね。私がどんな人ですかっていうの概要欄に書いてあるので、もう、じゃあ英語版の概要欄をね、私今読んでみるので、私の下手なイングリッシュを、私の下手な英語をお聞きください。耐えてください。これはね、耐久です、耐久。はい。伝わるのこれ。もし英語で普通に聞けたよっていう人いたらね、コメント欄に書いてください。My name is Eguen, and I am idol who was formerly homeless. I love to sing. Life is about having fun. Okay. Abuse, domestic violence, toxic friends, stalkers, moral harassment, brainwashing. I may be expressed all of them, so I ran away. Run. 逃げた。だね。I went to a period as an internet cafe. Refugee and a homeless person. My past remains unresolved, but now I'm making videos. If there is something new that's not right, I shall create a way to fight against it. My dream is to do live shows when all my stalker relatives are gone. Boom. これでもね、上手くなった方なんですよ。今ね、英語を教わっていて、アリス先生という方から、ちょっとコメント欄にね、リンク貼っときますね。でも、私、アリス先生となら英語で会話になるんですよ。そのぐらい優しく教えてくれる先生なので、英語全く喋れないけど喋ってみたいよ、教えてもらいたいよっていう方は、ぜひこちらのアリス先生にお問い合わせください。ミニ粒あんパン。ほら。おいしい。あんパンって日本以外では売ってないんですか？どうなんだろう。なんか他の国にもあんこあるのかな？お豆の味がして、とっても美味しいです。でね、さっきの
家が見つかったらそれでおしまい、ゴールみたいなので気に食わないって言ってるのは、だって、それだとなんかこう、家族間の DV もストーカーもやっともん勝ちになっちゃうじゃないですか。私としては、せめて筋を通すならば、加害者側にカウンセリングを全員義務付けるとか、あと、家族であってもストーカーとしてきちんと規制をするくらいはしていただきたかったです。アメリカでは、いじめとかだったら加害者がカウンセリングを義務付けられているって聞きましたけど、本当なんですかね。でも、日本にはそんな制度はないし予算もない。ミニクリームパン。どっちゃらららららららーん。やばい、すごい好きかも、このクリームパン。でね、ホームレス問題にしても、自分は運よく生き残った。よかったから。今屋根あるからいいじゃないっていうのだと、それでいいのかなとはやっぱ思いますよね。うん。ホームレスを他人事だと思ってる人の多さに気づかされますよね。そうすると、じゃあ、運の悪い人はもうくずと消えていいんかっていう、そういう話になっちゃうし。リンゴのデニッシュ4個入り。私リンゴ大好きなので楽しみです。手みたい。いただきまーす。リンゴの甘さとかシャキシャキ感がちゃんとある。そこで私は自分がガチホームレスじゃなくなって隠れ家生活に移行した時で、自分に何ができるかなって思って、で、YouTube を始めたんです。YouTube を始めた時に、私の体験をシェアすることで、家なしさんに少しでも関連することを発信し続けて、それで、これから家なくなる人とか、そうなる可能性のある人、いろんな人、ただ好奇心で見てくれるだけでもいい、興味を持ってくれる人。で、そうすることで誰かの生存確率をほんの少しでも上げられたらなとか、そういう目標があった。ホームレスだった私が楽しそうに生きてますみたいな様子を見てくれたら、今、なんか寒い中頑張ってる人、ね、カフェで頑張ってる人、スマホさえあれば YouTube 見れるし、YouTube は無料で見れるし、だから希望を持ってもらえないかなとか、でも今思えばそれは少し傲慢な考え方だったなと思っています。片親パンめっちゃ美味しいんですけど、なんか差別用語じゃなくって褒め言葉として片親パンに私の中ではなってます。だって、子供が親がいなくても美味しいものが食べれるっていう意味ではすっごい褒め言葉。で、こちら、スティックメロンパン。チョコチップ入り。チョコチップスティックメロンパンからコーヒーの匂いがするんですけど、なんでですか？味は美味しいんですけど、メロンパンっていうよりはコーヒーパンのような味がします。どれもすっごい美味しかった。私のお気に入りはリンゴのデニッシュとクリームパンかな。でもどれもすっごい美味しい。ここまでご視聴いただきありがとうございました。片親パンっていう表現が、差別的だ、好きじゃないっていう方は、なんか片親パンって連呼してしまって本当に申し訳ありません。でも私は決してなんか悪い意味で使ってなくて、パンが美味しかったって言いたいだけですので、あんまり気にしないでほしいなって思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。See you soon!